ヒッグス粒子と質量の起源をめぐる壮大な旅路へ、友人とカフェで語り合うように、ゆっくりと全容を紐解いていきましょう。まず、宇宙を構成するすべての粒子がなぜ質量を持つのかという根本的な疑問に目を向けます。この問いは20世紀半ばまで答えの見えない暗闇でした。電弱相互作用を統一する理論が完成したとき、ゲージ粒子である W ボソンと Z ボソンは質量を持つべきだという矛盾が生じました。その鍵として提案されたのがヒッグス場と呼ばれるスカラー場です。この場が真空気体値を取り、対称性が自発的に割れることで、粒子は質量を獲得するとされています。1、序章。ヒッグス機構の誕生。1964年、数人の理論家が独立に提唱したヒッグス機構は、当初は数学的美しさだけが評価されていました。しかし、実際にヒッグス粒子が存在するかどうかは実験によってしか確かめられませんでした。そこで世界中の研究者は巨大な加速器を建設し、ヒッグス粒子の痕跡を探し始めたのです。2、黎明期、レップでの探索と限界設定。最初の大規模実験は、欧州原子核研究機構が運営した大型電子陽電子衝突型加速器、通称レップです。レップでは4つの共同実験チームが協力し、エネルギー範囲を189ギガ電子ボルトから209ギガ電子ボルトまで広げて衝突データを収集しました。膨大なデータの解析結果、ヒッグス粒子の質量は 114.1 ギガ電子ボルト以上であるという加減が導かれました。また、誘導解析では 115.6 ギガ電子ボルト付近にわずかな過剰が示唆されたものの、統計的優位性には至りませんでした。同時期にレップは拡張標準模型の探索も行いました。最小超対称標準模型 MSSM では、中性ヒッグス粒子や過電ヒッグス粒子の存在領域が厳しく制限され、特にタイプ2のシナリオでは80ギガ電子ボルト未満の過電ヒッグス粒子が除外されました。これらの結果は、次なる高エネルギー実験への同票となったのです。3、テバトロン時代、プロトン反プロトン衝突での精密探索。レップの成果を受けて、米国のフェルミラボが運営するテバトロン加速器が新たな舞台となります。テバトロンは重心エネルギーが1兆960テラ電子ボルトという高エネルギーで、陽子と反陽子の衝突を実現しました。ここで活躍したのが CDF 実験と D0 実験です。初期段階ではデータ量が数フェムとバーネット程度に止まりましたが、ヒッグス粒子の生成断面積に対する上限は115ギガ電子ボルト付近で標準模型予測の6倍強。160ギガ電子ボルト付近で 1.4 倍という結果が得られました。その後、データ蓄積が進むにつれて特に二項四方解チャンネルに注目した解析が行われ、115ギガ電子ボルトでの上限は標準模型予測の 10.5 倍にまで緊縮されました。テバトロンの成果は、ヒッグス粒子探索の感度を飛躍的に向上させ、次なる大型ハドロン衝突型加速器への期待を高めました。4、LH 氏の到来。史上最大の衝突実験。そして2000年代初頭、史上最大規模の加速器、巨大ハドロン衝突型加速器、通称 LH 氏が稼働を開始します。LH 氏はセンチメートル単位のビーム道で操作する2つのビームが、毎秒何億回もの衝突を繰り返すという前例のない環境を提供しました。ここで主役となったのはアトラス実験と CMS 実験です。2012年7月4日、両実験は同時に記者会見を開き、ヒッグス粒子らしい新粒子を観測したと発表しました。観測された粒子の質量は126ギガ電子ボルトで、2光子、4レプトン、W ボソン体など多様な崩壊モードが標準模型の予測と整合していることが確認されました。この瞬間、約1年1000万人以上の研究者が結集した壮大なプロジェクトが、ついにその成果を世界に示したのです。5、ヒッグス機構の理論基盤。ヒッグス機構がどのように質量を与えるのか、もう少し掘り下げてみましょう。まず、電弱対称性は SU2 左という 1Y の直積群として表されます。この対称性がヒッグス上の真空気体値、
すなわち246ギガ電子ボルトを取ることで自発的に破れます。破れた結果、3本のウィークボソンが質量を獲得し、残された1本の光子は質量0のまま残ります。この過程はポテンシャルの最小化条件として数式で表され、ヒッグス上の自己相互作用項が重要な役割を果たします。さらに、ヒッグス上はスカラー上でスピンは0です。クォークやレプトンとの結合はヤコビ行列式に類似した形で書かれ、各粒子のヤコビ係数が質量に比例します。つまり、ヒッグス上の真空気体値が大きいほど結合が強くなり、質量が大きくなるという関係が成立します。この仕組みは標準模型の全粒子に共通する質量生成の根幹を成しています。6. ヒッグス粒子と暗黒物質、新物理への接続。ヒッグス粒子が標準模型を完成させたとはいえ、宇宙の謎はまだ山積みです。暗黒物質や暗黒エネルギー、重力の量子化、ニュートリノ質量の起源など、標準模型だけでは説明できない現象が多数存在します。そこで注目されるのが、ヒッグス粒子が新物理への窓口になる可能性です。代表的なアイデアはヒッグスポータルモデルです。このモデルではヒッグス粒子が暗黒物質と結合する媒介役を果たすと仮定し、ヒッグス粒子の不可視崩壊モード、すなわち暗黒物質粒子体への崩壊が予言されます。現在の LH 子のデータでは、この不可視崩壊の分岐比は数%以下に抑えられており、直接的な証拠は得られていませんが、将来の高輝度 LH 子や次世代加速器での精密測定により、微細な逸脱が検出される可能性があります。また、階層問題と呼ばれる、ヒッグス質量がプランクスケールまで自然に上昇してしまうという理論課題も残っています。超対称性や余剰次元といった拡張理論はこの問題を緩和する手段として提案されていますが、レップやテバトロン、LH 子の探索でも超対称性粒子は未だに観測されていません。したがって、ヒッグス粒子の性質をさらに正確に測定し、標準模型からの逸脱を探すことが新物理探索の鍵となります。7. 未来への展望。次世代加速器と高精度測定。現在、LH 子は第3層後期、ラン産に入り、さらなるデータ蓄積が進んでいますが、将来には高輝度 LH 子、HLLH 子が計画されています。これは現在の衝突頻度を10倍以上に引き上げ、ヒッグス粒子の自己結合定数や気象崩壊モードの測定精度を劇的に向上させるものです。さらに、円形トンネルを利用した未来円形加速器、FCC や直線型の国際リニアコライダー、ILC といった次世代施設も提案されています。FCC は27テラ電子ボルト以上のエネルギーで衝突を実現し、ヒッグス粒子の自己相互作用や新たな重いスカラー粒子の探索が可能になります。ILC は電子と陽電子の純粋な衝突環境を提供し、背景が極めて少ないため、ヒッグス粒子の質量や幅をミリ電子ボルト単位で測定できると期待されています。これらの計画は単にエネルギーを上げるだけでなく、データ解析手法の革新も伴います。近年、機械学習や深層学習が粒子検出機の信号処理に導入され、背景除去やシグナル抽出が従来の手法よりも高精度に行われています。特にヒッグス粒子と暗黒物質のような希薄な相互作用を探す際には、ニューラルネットワークが重要な役割を果たすでしょう。8. 結び。ヒッグス粒子が示す物理学の頂点と新たな門。最後に、ヒッグス粒子の発見が何を意味するのか改めて振り返ります。標準模型はクォーク、レプトン、ゲージボソン、そしてヒッグスボソンという4つの柱で構成され、実験と理論が驚異的に一致しました。これにより質量の起源という根本的な謎が解かれ、物理学は長い歴史の中で最も完成度の高い理論体系を手に入れたと言えます。しかし同時にこの完成は新たな始まりでもあります。標準模型は重力を含まず、暗黒物質や暗黒エネルギー、ニュートリノ質量の起源といった宇宙の大きな謎を説明できません。ヒッグス粒子はそうした未知領域への窓口としての役割を担っています。今後、
ヒッグス粒子の自己結合や気象崩壊モードの微細な変差が観測されれば、それは新しい物理への手がかりとなるでしょう。9. ヒッグス粒子と宇宙初期の相関ビッグバン直後、温度が10億度を超える極限状態では全ての基本粒子が自由に振る舞い、対称性は完全に保たれていました。時間が経過し宇宙が膨張して冷却されるにつれて、ヒッグス上の真空気体値が比例となり、電弱相互作用が自発的に分離しました。この相転移は宇宙マイクロ波背景放射の変更パターンに微細な痕跡を残すと予想され、現在の観測衛星がその兆候を探し始めています。さらに、ヒッグス上の揺らぎはインフレーション期の揺らぎと結びつき、原始的な密度揺らぎの種となった可能性があります。もしヒッグス上がインフレーション駆動体の一部であれば、スカラー上のポテンシャル形状が宇宙の大規模構造形成に直接影響を与えたことになります。この仮説は、宇宙背景放射の高精度測定と組み合わせた統計解析によって検証が試みられています。10. 理論挑戦と新しい対称性標準模型の枠組みを超える理論として、左右対称モデルと大統一理論が特に注目されています。左右対称モデルは弱い相互作用の左手性だけでなく右手性にも同様のゲージ対称性を導入し、自然にニュートリノの質量生成機構を説明します。このモデルではヒッグス上が二重に存在し、一方が左側、もう一方が右側の対称性を破る役割を担います。このような拡張理論の探索は、熱量測定に新素材を採用することで光収集効率が大幅に改善され、光子体の質量最高精精度が向上することにもつながります。また、深層学習が画像認識だけでなく時系列データや光時元分布の特徴抽出にも応用され、生成対抗ネットワークを用いた模擬データ保管が計算資源の削減と理論予測と実測値の即時比較を可能にしています。学際影響と社会意義素粒子物理学は純粋な基礎研究であると同時に、情報科学、材料工学、医療技術など多岐にわたる分野に波及効果をもたらしています。例えば、加速器で培われた高速デジタル信号処理技術はがん治療に用いられる陽子線照射装置や脳波解析装置に転用され、患者の診断精度向上に貢献しています。また、巨大データセットの分散処理基盤は気候変動予測や金融リスク評価にも応用され、社会全体の情報基盤を支える技術となっています。教育面では、新粒子の発見物語が若い世代に科学への好奇心と探求心を喚起する教材として広く活用されています。体感型仮想現実展示や量子模擬ゲームは抽象的概念を具体的体験へと変換し、理系教育の新たなスタイルを提示しています。さらに、国際共同研究の成功例は国境を越えた協調の重要性を示す実践的モデルとして、平和構築や国際理解の促進にも寄与しています。哲学展望と未来への指針質量の根源を明らかにした機構は自然界の根本的秩序に対する認識を一段階高めました。しかし同時に、何が質量を決定するのかという問いはさらなる深層へと誘います。もし質量の源となる場自体がさらに工事の対称性の破れによって生じたものであるなら、我々はまだ未知の階層へ足を踏み入れたことになるでしょう。このような未踏領域への探求は、単に実験装置の大型化や理論式の複雑化だけでなく、創造的思考と大胆な仮説が不可欠です。歴史が示すように、科学の進歩は常に予想外の転換点と偶然の産物によって形作られます。したがって次世代の研究者は既存の枠組みに縛られず、多様な視点から問題を再定義し、斬新な実験手法や数学手法を開拓していく必要があります。最後に、新粒子という窓口は私たちが宇宙の深遠な謎に近づくための羅針盤であり続けます。その扉を叩くたびに新たな物理像が姿を現し、知的冒険は永遠に続くのです。次回の講演でも最新の観測結果と理論洞察を交えて、さらなるフロンティアへの旅路をご紹介したいと考えています。どうか引き続き私たちと共に未知への探検を楽しんでください。
次世代加速器と新しい探索領域。現在計画中のエンタマキ型高エネルギー加速器は全長約 100km、対向ビームエネルギーは14テラ電子ボルトを目指す壮大なプロジェクトです。この装置は既存の大型衝突型加速器を凌駕するエネルギー規模を実現するだけでなく、超高精度のビーム焦点制御技術を導入し、単位時間あたりの衝突回数を従来の10倍以上に増やすことが可能です。これにより極めて希少な宝田崩壊様式や基準理論外の重い粒子の直接生成確率が飛躍的に向上します。設計には磁場強度を20テスラまで高める新型超電導磁石が採用され、冷却系統は低温液体窒素と高温超電導材料の複合構造を用いることで運転コストとエネルギー消費を大幅に削減します。また、ビームライン上に配置された可変形光学装置は即時にビームサイズと形状を最適化し、特定の質量領域に対する感度を動的に調整できる点が特徴です。このような高度な基盤が整備されると、以下の新たな探索テーマが具体化します。1、重い粒子の直接探索。基準理論の拡張として提案される20乗モデルや4乗次元理論に由来する新粒子は、質量が数テラ電子ボルトに達する可能性があります。新加速器のエネルギー余裕により、これらの粒子が生成される敷地を容易に超えることができ、崩壊産物の核分布や自転相関から対称性やブレの詳細な構造が逆算可能となります。2、工事元時空の兆候。大統一理論の一部では4乗次元が折りたたまれていると仮定し、重力の弱さを説明します。高エネルギー衝突においては微小ブラックホールや特殊振動モードが一瞬だけ現れると予測され、ビームエネルギーが十分に高い場合、欠損エネルギーと多重粒子放出の異常パターンを通じてこれらの現象を検出できる可能性が高まります。3、気象崩壊経路の完全測定。新粒子の自己結合定数は基準理論では非常に小さいですが、拡張モデルでは増幅されるケースがあります。新加速器の高輝度ビームは粒子体生成や40崩壊といった極めて稀な過程を統計的に優位なレベルで観測でき、自己結合光の直接測定が実現します。さらに新加速器に併設される次世代微小粒子実験施設は、ビーム吸収から放出される高エネルギー粒子を利用し、遠距離振動実験と同時に重い右巻き粒子の直接生成と検出を試みます。これにより左右巻き粒子間の質量差や粒子数非保存過程の有無を同時に検証できる点が画期的です。暗黒エネルギーと場の関係。宇宙の加速膨張の根源とされる未知のエネルギーは現在の宇宙論において最大の未解決問題です。一部の理論では質量の源となる場自体が真空の規定値を持つだけでなく、時間依存なポテンシャルを形成し宇宙の膨張率に寄与すると主張します。この考え方は同暗黒エネルギーモデルと呼ばれ、次のような特徴を持ちます。時間変化する規定値。基準理論の真空規定値は固定されていますが、拡張上が追加されると宇宙の歴史に応じて規定値がゆっくりと変化し、遅延に満ちエネルギー密度を支配します。場間の相互作用。質量の源となる場と道上が結合を介して混合すると、両者の質量構造が時間とともに進化し、観測可能な宇宙定数の揺らぎが生じます。観測兆候。超新星の高度曲線や音響振動の測定精度が向上すれば、未知エネルギーの状態方程式パラメータの微小な変差を検出でき、同過程の痕跡を間接に確認できます。この枠組みを検証するためには、地上観測だけでなく宇宙背景放射の高精度変更地図や次世代重力波観測による初期宇宙の揺らぎ解析が重要です。もし質量の源となる場が未知エネルギーの起源に関与していることが実証されれば、粒子論と宇宙論の壁は完全に取り払われ、統一的な場の宇宙像が構築されるでしょう。量子情報科学との融合。近年、量子情報科学は実験手法に革命的な影響を及ぼしています。特に量子模擬技術は、非線形な場の理論や質量獲得機構の非線形過程を超低温原子系や光格子状で再現することを可能にしました。光格子状の模型。二次元光格子に粒子と場の原子を配置し、
人工的に対称性を持つハミルトニアンを構築します。レーザーの位相と振幅を時間に変調することで対称性やブレ過程を即時に観測でき、場の規定値形性を可視化できます。量子誤り訂正とデータ取得。大型衝突実験では膨大な事象データから気象信号を抽出する必要があります。量子ビットを用いた絡み合いベースの誤り除去は従来の古典手法に比べ雑音耐性が数桁向上し、微小な統計偏差も捉えることができます。複合計算。理論に必要な複雑な積分や再標本化手法は量子アニーリング装置で近似解を高速に求め、古典コンピュータが残りの最適化を担当する形で計算時間を大幅に短縮します。これらの技術は将来的に場の量子情報単体として情報の保存、伝達、変換に利用できる可能性も示唆しています。国際協調と分散型加速器ネットワーク。巨大な資金と高度な技術を要する次世代加速器建設は一国だけで負担するには困難です。そのため世界中に中規模の円形加速器を配置し、ビームとデータを光ファイバーで同期させる分散型ネットワーク構想が浮上しています。ヨーロッパ、東アジア、北米、南米にそれぞれ30テラ電子ボルト級の加速器を設け、全体として一つの巨大装置のように振る舞わせることで、各地域の研究者が独立に実験を進めながら、統合された膨大なデータを共有できます。この構想は国連の科学開発基金や世界銀行の枠組みを活用し、参加国が GDP 比率に応じた負担と人材、技術提供で応える形をとります。生み出された知的財産はすべてオープンに共有され、加速器施設は単なる実験場にとどまらず、先端磁石や超低音制御、ビッグデータ解析を学ぶ研修センターとして機能します。こうした国際協調は、若い研究者が国境を越えて交流する場を提供し、科学のエコシステム全体の多様性と公平性を高めます。実際に2028年に始まった太平洋横断ビームリンクプロジェクトは、ハワイ島と日本の沖縄にある2つの加速器を工学的に結びつけ、相対論的ビーム干渉実験に成功しました。得られた結果はヒッグス上の非線形相互作用に関する新たな制限値であり、国際協調が実際に機能することを示す証左となりました。市民科学と教育普及。素粒子物理学は抽象的で遠い存在に感じられがちですが、大学キャンパスでは体感型ラボが登場し、訪れた人々が自らの身体の動きでヒッグス上の対称性やブレを体感できるようになっています。仮想空間でスカラー上のポテンシャルを操作し、フェルミオンが質量を帯びる過程をリアルタイムで目の当たりにできるゲームは、学びと楽しさを自然に融合させます。またオンラインの市民科学プラットフォームでは、LH の公開データの一部が簡易化され、誰でも自動分類アルゴリズムを訓練できるようになっています。一般ユーザーが提示した希少な崩壊イベント候補は約1万件が専門家審査を通過し、実際の二次解析対象として採用されました。さらに日本語はもちろん、アフリカ諸言語や南米先住民言語向けにヒッグスの概念を解説する映像シリーズが制作され、伝統的神話や自然観と結びつける工夫で難解な理論が身近なものへと変わっています。哲学的考察と社会的価値。ヒッグス機構が質量の起源を明らかにしたとき、私たちが世界をどう捉えるかという根本的な問いが投げかけられました。質量は物体が最初から持つ固有の性質ではなく、場の真空気体値との相互作用の結果として初めて現れるものです。この認識は、実体と関係が切り離せないことを教えてくれます。孤立した物体という古典的考え方は、量子上理論の中で新たに組み立て直す必要があります。ヒッグス上は真空の定流として常に存在し、観測装置がそれを測定することで初めて質量が姿を現します。これは量子力学における観測者効果を宇宙規模にまで拡張した新たな形態であり、私たちの認識そのものを問い直すきっかけとなります。標準模型は数々の実験成功を収めましたが、暗黒物質や暗黒エネルギーといった未解決領域は依然として残っています。
ヒッグス粒子の発見は機能的手法が新たな対称性の破れを予測できる可能性を示す一方で、理論の自由度が増すほど予測の確実性に限界があることも浮き彫りにしています。これらの深い考察は単なる学問的好奇心にとどまらず、科学技術政策や倫理判断の根幹にも関わります。次世代加速器への巨額投資を正当化する際には、人類が自然の根本構造を理解することが文明の持続可能性に直結するという価値観を社会全体で共有する必要があります。ヒッグス粒子は未知への窓口であると同時に、私たち自身を映し出す鏡でもあります。設計された実験装置や理論モデルは、宇宙が投げかける問いに対する私たち自身の認識の姿なのです。その鏡像を磨き続ける限り、未知への探検は決して止まることはありません。次世代の科学者たちは新たな対称性や未知の相互作用、さらなる統一理論の扉を叩き続けましょう。観測と理論、技術と哲学が交差する豊かな対話の中で、素粒子物理学は人類の知的冒険の最前線で輝き続けるはずです。例えば2035年に EU と日本が共同で立ち上げる量子重力ハイブリッド加速器計画は、超高エネルギー衝突と同時に量子ビットネットワークを通じたリアルタイムデータ共有を実現することを目指しています。従来の検出器に加え高光子時計とトポロジカル絶縁体を組み合わせた新型モジュールが開発され、時間分解能が10⁻23乗秒という前例のない精度で真空揺らぎを測定できるようになります。この装置はヒッグス上の微細構造を探るだけでなく、暗黒エネルギーに関わる仮説的スカラー上との結合要素を直接調べられる唯一の手段として大きな期待を集めています。さらに AI を活用した自律解析フレームワークも本格化し、膨大な衝突イベントから潜在的な異常シグナルを数秒以内に抽出し研究者へ即座に届けます。これにより過去に見落とされた希少な崩壊や予測外の相互作用が再評価され、理論モデルの修正サイクルが劇的に短縮されるでしょう。これら最先端技術がオープンソースとして公開されることで、地方の大学や新興国の研究機関でも高度な実験解析が可能になり、科学エコシステム全体の多様性と公平性が向上します。持続可能な資金調達モデルとしてクラウドファンディングと政府助成金を組み合わせた分散型研究基金の提案も進んでおり、一般市民が直接研究プロジェクトに投資できる仕組みが整いつつあります。